今回は、天使の悪魔について解説していきます。この動画の内容は、ストーリーのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。まずは、天使の悪魔のプロフィールから見ていきましょう。天使の悪魔は、主人公のデンジと同じく、公安大麻特異4課に所属する、デビルハンターです。公安大麻特異4課は、魔人や悪魔など、人外のデビルハンターが多い実験的な部隊で、この部隊に所属している悪魔や魔人たちは、本人たち曰く、マキマに捕まって働かされています。最初にその発言をしたのが、虚言癖のあるパワーだったので、この真偽はわかりませんでしたが、その後に天使の悪魔が、マキマに捕まって都会に連れてこられた、と語ったことで、パワーや、天使の悪魔以外のメンバーも、マキマによって強制的に働かされている事実が判明しました。天使の悪魔は、茶髪のロングヘアで、美少年という言葉が似合う、可愛らしい悪魔です。身長はかなり低く、高身長の秋と並ぶと、カップルのように見えてしまうほどですが、デンジが、あいつ男なんだって、と話していることから、性別は男性で間違いないでしょう。天使の悪魔は、頭の輪っかと、翼以外は、人間の見た目と相違ない、人に近い姿をした悪魔です。空は飛べないようですが、その翼は、銃弾を防ぐコードを持っています。作中では、人に近い容姿をしている悪魔は、人間に友好的とされており、天使の悪魔も、人間に対して危害を加えることはなく、好んで戦うこともありません。そんな天使の悪魔の性格を、一言で表すなら、非常に怠惰です。秋に、使えないことを報告すれば殺されるぞ、と忠告されても、少し迷って、働くくらいなら死んだ方がマシかな、と、答えるほどの筋金入りです。この怠け癖については、マキマも認識していますが、勤務態度については、黙認されているようです。また天使の悪魔は、とても優しい性格をしていて、ある女性を殺す任務に指名された秋を置いて、一人で働く場面があります。死ぬほど働きたくない筋金入りの怠け者でも、秋に殺しの手伝いをさせるくらいなら、代わりに働いたり、悪魔の戦いに巻き込まれて亡くなった女性に、弔いの言葉をかけたりする、そんな優しい一面が、天使の悪魔の魅力です。このように可愛らしい容姿と、常にやる気のない態度をとっていますが、特異4課では、岸辺の次に強いことがわかっています。特異4課の隊長である岸辺は、自称、最強のデビルハンターで、作中に出てきた、悪魔、魔人以外のキャラクターの中では、最高峰と言える戦闘能力を持っており、チェンソーマン第1部の最後まで生き延びた、数少ないキャラクターです。その岸辺の次に強いと評価される天使の悪魔の強さは相当なものでしょう。ちなみに、岸辺については、別の動画で詳しく解説しています。よろしければぜひこちらもチェックしてください。天使の悪魔は、実際の戦闘シーンでも、秋などが手も足も出なかった、サンタクロースの人形たちを、一振りで倒しています。活躍して、まずため息という、強いのに常に気だるげなところが、天使の悪魔の魅力です。また、天使の悪魔は、飲食をしているシーンが多く、秋とのパトロールのシーンでは、アイスを3つ食べ、さらにもう1つを追加で食べようとしています。その他にも、ラーメンと大盛りチャーハン、そしてスープに餃子という、ボリュームのある食事をしている場面があります。女性のように小柄で、あばらが浮くほど細身の体にしては、ギャップを感じますね。天使の悪魔は、2つの能力を持っています。1、触れた人間の命を吸い取る。2、吸い取った命を武器に変える。ここからは、それぞれの能力について詳しく解説していきます。一つ目の、触れた人間の命を吸い取る能力ですが、この、触れるというのは、肌と肌でなければ発動しないため、ハンカチなどの布越しであれば、寿命を奪われることはありません。ちなみに、天使の悪魔の手をほんの一瞬触った秋は、2ヶ月分の寿命を奪われており、触れた時間に比例して、吸い取られる寿命が変わるようです。こういった、触れただけで発動するタイプの能力は、他のバトル漫画でも散見されますが、どのキャラクターも能力が強すぎて、若干浮いている印象があります。また、天使の悪魔は、人から吸い取った命をもとに、武器を作り出す能力を持っています。秋が使っている刀も、天使の悪魔がこの能力で作ったものです。通称、寿命武器は、使用する寿命の長さを口にすると、頭の上の輪から降りてきます。
アキが中盤以降ずっと使っていることから、作った武器は使い切りではないようです。寿命武器の威力はとても強力ですが、天使の悪魔はこの能力を、ここぞというタイミング以外では使用を控えていました。しかし物語の後半でマキマに支配されたことで、マキマの手によって100年の寿命を使った武器や、1000年もの寿命を使った武器を軽々と作らされることとなります。たった5年使用するだけでも、吸い取った寿命の持ち主に謝罪したり、寿命の持ち主から責められる夢を見るほど、自分の能力と命を吸い取ってしまった人々に罪悪感を抱いていたため、天使の悪魔の優しくも弱い心を思うと、この能力を好き勝手に使うマキマの所領は悪魔的です。次にバディであるアキとの関係性について見ていきましょう。天使の悪魔はアキのバディとして登場しますが、アキは公安一の悪魔嫌いとして有名な上、天使の悪魔は仕事へのやる気が全くなく、仕事に対して非協力的なため、バディを組んだ当初は険悪な仲でした。しかし台風の悪魔との戦いの最中で、巻き起こる暴風に体を取られ、天使の悪魔は窮地に陥ります。その際にバディのアキが天使の悪魔の服をとっさに掴みますが、しかしこれでは天使の悪魔を自分の元に引き寄せることは不可能でした。そして友倒れを恐れた天使の悪魔は、アキに手を離していいと叫び、今日が式だったんだ。死ぬ覚悟はずっとできている、と語りかけます。しかしアキは目の前で姫野を失った経験から、バディを目の前で見殺しにする選択はできず、天使の悪魔の手を直接掴み、自分の元に引き寄せます。そして、死にたいならどっか遠くで死んでくれ。目の前で死なれるのはもうごめんだ、と伝えました。こうして寿命が縮むことを知っていながらも、自分を助けてくれたアキの優しさに打たれ、二人の関係性はガラリと変化します。この天使の悪魔を助ける際のアキの葛藤と、その後の関係性の変化は、作中屈指の見どころとなっています。ここで、天使の悪魔に働く気力がない理由を見ていきます。デンジとレゼが、都会のネズミと田舎のネズミの話をするシーンがありましたが、アキと天使の悪魔も同じ会話をしています。天使の悪魔は、自分自身が、質素だが安全に暮らせる田舎のネズミとして生活していたところを、マキマに捕まったことで都会に連れてこられ、ずっと心が都会にない状態だったため、働く気力がないことがわかります。そして、田舎のネズミである天使の悪魔から見ると、公安デビルハンターを自ら死亡して都会で働いているアキ。つまり、都会のネズミには、付き合ってられないとも考えている事実が、この会話でわかりました。そんな天使の悪魔ですが、レゼ編のラストシーンでは、アキを置いて一人で任務に赴き、都会のネズミに向かって、ねえ、都会はいいとこかいと尋ねており、都会のネズミであるアキに歩み寄ろうとする心境の変化が描かれました。また、レゼ編では、都会のネズミとして描かれていたアキですが、そもそもアキは田舎の出身で、家族を殺した悪魔への復讐のために、都会に出てきました。毎年の墓参りを欠かさない家族思いのアキは、天使の悪魔と同じく心は田舎にあって、田舎のネズミなりに都会で必死に生きていたのかもしれません。ちなみに天使の悪魔と同じく、田舎のネズミであるレゼは、実は檻から出れない、モルモットという存在でした。レゼが、自由で安全な田舎のネズミがいい、と主張していたのは、自らが自由も人権もないモルモットという存在だったから、と考慮して、改めてこの会話を読み返すと、レゼのネズミの話に込められていた感情に気がつくことができます。また、余談となりますが、都会のネズミだった、デンジ、岸辺、小紅、吉田の4名は、第1部のラストまで生き残っています。ここで、チェンソーマンの世界について重要な話をしている、天使の悪魔とアキとの会話を振り返ります。キリスト教における天使は、神の御使い、つまり神と人類の仲介を行う、神の使者という存在です。チェンソーマンの世界でも、天使の名前を持つ天使の悪魔は、読者と作者をつなぐ存在として描かれていた側面があると考察されます。悪魔が輪廻転生を繰り返すことは、天使の悪魔の話によって初めて明らかになった事実です。これによってチェンソーマンの世界では、デビルハンターや人間側が常に不利であること、そして悪魔を退治することへの無情感が増しました。
また、天使の悪魔は、地獄のことを、母親の子宮と言い換えており、地獄での記憶は残らないことも明らかにしています。つまり、一度死んだ悪魔が、地獄から人間界に戻っても、記憶のない、まっさらな状態からスタートするということです。そして、地獄で死ぬ際には、全員が共通して、チェーンソーの音を聞いているため、デンジと出会う前のポチタは、チェーンソーマンとして、地獄で暴れ回っていたと考察できます。ちなみに、作中で転生した事実が判明している悪魔は、ゾンビの悪魔と、支配の悪魔の、2体だけです。このことから、地獄で死ぬことは、そこまで多くはないとも考察できます。ここからは、天使の悪魔の過去と、その最後について見ていきます。天使の悪魔は、海の近くの小さな村で、周りの人間たちと良好な関係を築いていました。作中では、瀕死の状態になった民間デビルハンターを、楽に殺してくれと頼まれた際に、僕は天使である前に悪魔だよ。人間は苦しんで死ぬべきと思ってる、と断る場面がありましたが、その村には、天使の悪魔と両思いになった女性がいたことから、生来は人間に対する嫌悪感を持っていなかったことがわかります。このように、田舎で自由に暮らしていた天使の悪魔のもとに、マキマコと支配の悪魔がやってきたことで、無理やり、命令で力を使わせられ、両思いだった女性や、その村のすべての住人の寿命を吸い取ってしまいます。こうして、戻るべきふるさとと、その記憶までもマキマによって奪われ、公安へ連れて行かれることになりました。天使の悪魔の能力は強力で、利用価値も高かったため、マキマは支配下に置いておきたかったのでしょう。最終的に天使の悪魔は、支配の能力で、マキマに全てを捧げることとなり、マキマの武器庫となってしまいました。最終的な生死は定かでないため、この後のストーリーでも登場する可能性はありますが、闇の悪魔によって両腕を失っていることもあり、活躍できるかはかなり怪しいです。しかし、天使の悪魔は、チェーンソーマンの眷属の一人なため、眷属としてのストーリーが語られる可能性はありそうです。以上、天使の悪魔についての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、チェーンソーマンについて考察や解説をしています。チェーンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。